ノマドスカルプトの基本操作をご紹介します。今回はマスク機能のご紹介です。マスクで使える機能を一つ一つ紹介します。マスクを使った分割方法やペイント機能など、初めてノマドスカルプトに触れる方、もうすでにモデリングを始めている方にも役立つ豆知識をご紹介します。今回はこちらの6つについてご紹介します。マスクは右のバーから選択することができます。マスク、セルマスクの2種類があります。まずマスクです。ペイントのようにオブジェクトをマスクすることができます。続いてセルマスク。セルマスクは左のバーからマスクの方法を選べます。投げ縄は好きな形に囲ってマスクできます。多角形は頂点を決めて緑の丸をタッチするとマスクできます。線はタッチした場所を起点に線の半分をマスクできます。長方形は四角形にマスクできます。楕円形は円形にマスクできます。続いてマスクのメニューの紹介です。すべてをクリアでマスクを消去。反転でマスクを反転できます。シャープで濃淡のあるマスクをはっきりしたマスクにすることができます。ブラーでマスクの縁をぼかすことができます。右のブラーでパーセンテージでぼかし具合を操作できます。シェーのマークです。タッチしてない状態でマスクすると裏側にもマスクが入ってしまいます。シェーを有効にしてマスクをすると見えている正面の面だけマスクされます。マスクからフェイスグループを作るアイコンです。右のバーからフェイスグループを開きます。Q の表面が2つのグループに分けられているのが確認できます。隠すからグループした面を消去したり編集することができます。フェイスグループからマスクに戻すアイコンです。マスクを消去するアイコンです。マスクした場所をタッチするとマスクを消去できます。続いて接続です。結合した一つのオブジェクトを作ります。通常結合した場合、マスクをすると結合した2つのオブジェクトにマスクされます。接続を有効にした状態で2つのうち1つのオブジェクトをタッチすると、そのオブジェクトだけにマスクされます。これはリメッシュした場合は使うことができません。オブジェクトにマスクをした状態でオブジェクトをギズモで移動するとマスクした箇所が浮き出ます。このままではオブジェクトの解像度が低く浮き出た箇所がギザギザになっています。ワイヤーフレームを有効にします。左上のバーマルチレゾリューションをタッチ、分割をして表面の解像度を高くします。マスクの線が滑らかになり、浮き出したオブジェクトも滑らかになります。このように文字や図形など好きな図形をマスクすることもできます。右上のバーからアルファをタッチ。白い四角から読み込むで作成した画像を読み込みます。ストロークをタッチ。グラブ動的な強度をタッチ。トラックするとマスクの図形が浮き上がります。サイズを調節します。解像度が足りない場合はまた分割をしてください。続いてマスクを使ったペイントです。マスクした状態で左下のカラーを開きます。マスクのアイコンが有効になっているのを確認し、すべてをペイントをタッチします。マスクをしてない部分がペイントされました。マスクを消去します。
もう一つ、すべてをペイントカラープレーナーというボタンがあります。これはアルファが変更される場合に影響が出ます。アルファの中から適当にカラーを選びます。アルファが変わっています。この状態で全てをペイントをタッチしても何も変わりませんが、全てをペイントトライプレーナーをタッチするとアルファの柄がペイントされます。続いてマスクを取り出す分割の説明です。マスクを選択した状態で右上のバー左から2番目のアイコンをタッチ。取り出すをタッチ。高さで取り出す高さを調節できます。高さプラスマスクをタッチするとマスクの濃淡に応じて高さが変わります。取り出すをタッチで浮き出た部分を取り出せます。取り出すの中でも種類があります。閉じるアクションなしをタッチするとマスクした表面の部分だけ取り出せます。埋めるをタッチするとマスクされてない部分も埋まった状態で取り出すことができます。シェルをタッチすると先ほどのようにマスクした表面から厚みがあるオブジェクトを取り出すことができます。続いてマスクを使った分割方法です。卵の割れた状態を作ります。セルマスク投げ縄をタッチします。このようにマスクします。右上のバーから分割をタッチします。閉じるアクションをなしにします。分割をタッチ。このように中身が空洞になった状態で分割されます。続いて埋めるをタッチします。このように分割された面が埋まった状態で分割されます。続いてシェルをタッチします。このように厚みがある状態で分割されます。閉じるアクションがそれぞれ違う状態で分割されると違う結果になります。浮き出しをタッチします。マスクをした部分が浮き出された状態になります。マスクをしてトリムしたくない場所を保護する方法です。セルマスクで卵の後ろ半分をマスクします。トリムをタッチします。トリムの左上のバーからレガシーをタッチします。トリムをすると後ろ半分は残った状態でトリムされます。ノマドスカルプトはとっても簡単にモデリングできるアプリです。ぜひ様々なチュートリアルに挑戦してみてください。楽しい創作活動のお手伝いができるよう動画作成しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。